はい、こんにちは。柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？そう、よかったね。おかげさまで、柴崎も健康回復しまして、今日も元気に絵を描いています。いつもね、柴崎の動画をご覧くださって、本当にありがとう。そして、グッドボタン、たくさんのコメント、本当に感謝してます。あとね、もしよかったら、チャンネル登録もお願いします。よろしくね。さて、今回のテーマはですね、透明水彩を使った船のある絵を描いてみたいと思います。さあ、どんな船がね、どんな風にあるのか。しかも、今回、ちょっと透明水彩の扱い方もね、こだわって、話しながら描きますのでね、そこも、注目点として楽しんでください。はい。では、ゆっくりね、見てくださいね。また書き終わったら、お会いしましょう。はい。では、やってみましょうね。今日は船の絵を描くんですけども、だから、船がね、どう出来上がっていくかということも着目してほしいんですけども、それと同時にですね、今日の画材は透明水彩ですので、水彩画の面白さですね。それも絵の進展とともに、見ていただけたら柴崎も嬉しいです。柴崎のこの YouTube ですね。ウォーターカラーバイ柴崎という名前でやってる通り、基本的には水彩画をメインに、動画を作ってるんですけども、だから長くですね、柴崎の動画ね、楽しんでいてくれてるあなたはですね、もう水彩画いろいろとね、その面白さが分かって楽しみ方も心得ているんだと思いますが、改めてですね、水彩のことを話しながらやりますと、今どんどんね、今パーっていうの飛ばしてたでしょ、こんな風に。例えばこういうのもですね、水の力で色を広げるというね、その水彩画、透明水彩画ならではのそういう表現をね、活かしてるんですね。こんな感じですよね。今パッと強い赤入りましたね。この赤もほら、ちょっと触ると水の力でわーっと広がっていきます。これが水彩画のとても楽しい魅力なんですね。それから透明水彩画のもう一つの楽しい方法はですね、この明るい形は基本的にですね、この紙の明るさを生かして描くという部分なんですね。ですので、絵が進んでいくときに、柴崎は紙の明るさをね、どう使っていくんだろうというところね、そういうところも着目してみてください。さあ、明るいブルーが入りました。こうやって水の力でだんだん広げていきます。こうですね。結構思い切って強い色入れるでしょ？そうなんですよ。透明水彩描かれる方はね、どうしてもちょっとあまり失敗ができないだろうという気持ちで、明るい色をね、薄く塗り重ねる人が多いんですけども、柴崎やり方はちょっと異なってます。今ほら、一気に暗い色を塗りましたよね。そうなんですよ。暗いと思うところはね、一気に暗く描いていきます。先ほど透明水彩はね、明るいところは紙の明るさを生かすんですよというような話しましたが、その明るい、紙の明るさを生かした表現ができる、効果的に見えるためにもですね、この暗い色をぐっと思い切って使うというのがね、実は大きなポイントなんですね。さあ、そう言ってるうちに、どうでしょうか。ね、船の形が少しずつ見えてきました。今回のこの船は、実は陸上にあります。地面の上に置かれてるんですね。どんな設定かっていうと、小さな船の修理場、
造船所と言ったらいいのかな。そういうところに置かれてる、今修理中の船という設定ですので、地面の上に置かれてます。ですので、今からね、だんだん地面の雰囲気描いていきますよ。これはひっかきですね。ペインティングナフでひっかいて明るく形を作ってます。さあ、だんだんね、こう細かいものに移ってきますからね。最初はこう幅広の平筆で描いてましたけども、ちょっと細筆に持ち替えたり、また今こう幅広の平筆に持ち替えたりね、筆の部分のどう描くかによって筆を、柴崎あんまり筆数多くないんですけど、それでも2種類か3種類の筆を使ってます。さあ、道具の方ですね。何かなねえ。絵箱ね何を書くかというね、ことも大切なんですけども、これは何だろうというふうにね、この思わせるという部分はね、実は大事なんだよね。だから、あんまりこう、どこもかしくも詳しく説明しない全体で、その絵の雰囲気から滲み出るものをですね、味わってくれるように、描きたいと柴崎は常々思っています。さて、右の方ですね。ちょっとこう、筆を持ち替えて、ちょっとずつこう細かい雰囲気を描いてます。ここら辺は、やっぱり明るい形を作りたいという思いがありますので、紙の白を残すためにちょっと慎重に描いたんですね。さあ、ハーフトーンの上に何かこう線を引き始めました。何でしょうね。だんだんね、この水彩の面白いところはね、この時間の経過とともに形がね、こう浮き上がって見えてくるっていうところなんですよね。徐々にこう暗い色を足して細かいものを書き込んでいきますので、今まで見えなかった最初に塗ったなんかよくわからない色がですね、そういうものを描いてたんだっていうね、浮き上がって見えてきます。こうですね。当然今回はこの暗い船が一番のメインなんですね。ですので他の部分よりもぐっと目立つように描いてます。これは陸上に置かれたこの船がね、ひっくり返らないようにですね、ここに使い棒してるというわけですね。はい、今柴崎指でカリカリって引っかいてましたよね。もう使うものは何でも使ってしまいます。ここ道ですね。ちょっとこう手前からぐーっと左の方に巻き込むようにして左下の方に下がっていく坂道です。これは紙の白を生かした表現を今やってますよ。ねえ、何を書いてるんだろうってね、きっと、今興味津々にご覧になってくれてるかと思います。さあですね、だんだん上の方にも筆が移行してきました。こうですね。筆のマストですね。はい、思い切ってシュッとこういう線を描いていきます。絵を描くとき、結構大きな計画があるんですね。ですので大きな計画に沿って大きな形を
書きながら、だんだんこの細部を書き込むことで、大きな形がですね、全体に及ぼすその感じを書くわけなんですけども、さあまたここにマストを書きましょうね。直線はこのようにフリーハンドで書くといいですね。とても味が出て楽しくなります。どうでしょうか。少しね、船のね、修理場に見えてきたかな。こうやって、ちょっと明るい色を足したりですね。少し細くしたりしていくんですね。これにちょっと人物も入れておこうかな。やっぱり人が入るとまた絵の雰囲気でちょっと変わるんですね。そして絵の具を手前に飛ばしてます。はい。地面の質感ですね。だいぶ描けてきたかなと思います。ちょっと乾かしますね。では、下書きの鉛筆の線を消して、加えたい、細い線なんかですね。勢いよく、一気に描いていきますね。どうでしょうか。船に見えてきましたか？はい。ここにですね、ちょっと鮮明なんかも描こうかな。変形人物ですね。さて、出来上がりましたので、柴崎のサインをちょっと入れますね。はい。さあ、出来上がりですね。はい、書き上がりましたよ。ねえ。どうだった？結構面白かったでしょ？もうね、水の力で書くんですよとかですね。そうしながら柴崎、思い切った赤とかね、暗い色ボンボンって置いたでしょ。そう。それがね、やっぱり透明水彩のね、面白いところでありね、結構難しいところなんだけどね。いろいろとね、楽しんで参考にしていただけたら、柴崎もとっても嬉しいです。それからね、柴崎はね、東京の日本橋でね、アートクレヨン教室をやってます。場所はね、ペンテル株式会社のね、本社の中にね、素敵なね、広いね、教室、会場があるんですよ。ただしちょっとね、人数制限がありますので、一体どういう場所で、どう行われるかっていうこと、この動画の概要欄にね、そこを記載しておきますのでね、ちょっと覗いてみてください。そして、ぜひアートクレヨン教室でね、柴崎もあなたとお会いして一緒に楽しくお絵描きしたいとも思ってます。さあ、ということで、本当に今日もね、長い間、最後まで見てくれて本当にありがとう。もう柴崎も楽しかったです。また次回ね、お会いしましょうね。それまで、柴崎もなんだけどね、健康に気をつけて、過ごしましょう。はい。それではまたすぐにお会いしますよ。どうもありがとうね。はい。どうもありがとう。柴崎春道公式オンラインサロン。シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない、柴崎の特別なライブ配信を月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると
割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵かきの会。出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。さらに柴厚メンバーなら柴崎に直接質問のし放題。オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんな柴厚のメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあ、いかがでしたか？会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所。それが柴厚です。詳しくは概要欄をチェックしてね。待ってます。よろしく